はい、じゃあおばあちゃん家の近所の川へやってきました。何やら謎の魚を捕獲しました。これちょっと調べてみます。で、ほら、こんな上にウナギがいるんですよ。で、次第2陣目の崖を登りたいと思います。お酒が好きなんだろうな。仲間としてはちょっと申し訳ない。あ、はい、こんにちは。少々漁師浜井です。もうすでに助手席でやっております。今日ですね、暇なんでちょっと僕のおばあちゃん家の近所の川めちゃくちゃね綺麗で、小豆島1位多分綺麗なんですけれども、そこでテナガエビとかなんかね謎の魚がいるんですよ。それを取って食べたいと思います。レッツゴー。よろしく。はい、じゃあおばあちゃん家の近所の川へやってきました。いい川ですね。いつものようにサンダルで、ご近所さんの迷惑にならないように小声で喋っていきます。で、小豆島って案外川が汚くてですね、本当にここともう一本綺麗な川があるぐらいで、それがその一つがこのおばあちゃん家の近所の川です。はい、じゃあちょうどいい階段があったんで下っていきます。これは難易度高いぞ。しゃがみモース、しゃがみモース、なんだこれは。豊臣秀吉がつけてそうなやつだな。で、この川にもですね、実はウナギもいるんですね。で、今日は釣りもするんですけど、まず玉でちょっと狙っていきたいと思います。早速テナガエビ発見です。で、このように光を照らすとね、目が光るのが分かりますね。それじゃあ採取していきましょう。ゴツゴツしてて採取が難しい。こいつほんま手で取れないんですよ。手で取ろうとするとビューンって逃げるから。ほら、行くぞ。穴入った。ほら、逃げた。よいしょ。めっちゃ動きが素早いです。ここにもいた。ほら、ビュン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 。やっぱエビだから速いんですね。小さい玉持ってくればよかった。で、先にちょっと上流の方を攻めたいと思います。で、ウナギはですね、海からやってくるんですけど、皮膚呼吸ができてこういうとこも登っていくんですよ。この上にもまだねたまり場があるんですけど、そこにも実はウナギがいます。ほんまにこういうとこ登ってんのかって不思議に思うんですけど、上の方では産卵とかしないので、上にいるということはやっぱ登ってるか、誰かが放流している可能性もゼロではないと。じゃあどんどん上登っていきましょう。冷たくて気持ちいいです。さあ、良さげなとこが、ほら、こういうとこにね、なんか魚がいるんですよ。何の魚だろう。よいしょ。取った取った取った。何やら謎の魚を捕獲しました。これちょっと調べてみます。優秀な追民に聞いたところ、こちらのお魚、おそらくはカワムツ。綺麗な水を好み、雑食性で何でも食べるお魚です。で、ほら、こんな上にウナギがいるんですよ。これいい型だな。こいつ取りたいぞ。これ綺麗な川だからそのまま食えそうだ。ウナギは後ろにも移動するんで、後ろにも弾を構えた上で前から攻める。でもこの石が難しそうだな。取った魚が逃げちゃった。入んない。ほら、石の下入った。だが私は諦めない。この石をへぐる。そして毎回濁ってウナギの居場所が分からなくなると。これがね、川でウナギを取る時の毎回のルーティンですね。いいテナガだ。先テナガエビ取ろう。よいしょ。玉がボロい。くるくる回りがあって取れた。じゃあ1匹目テナガエビ採取。この子片爪ないですね。で、テナガエビはですね、カニとかと違って1本目の足が長いんじゃなくて、実は2本目の足が長いんですよ。ちょっと噛まれてみます。ちょっと痛いぐらいで、なんでハサミが長いかっていうと、このオスがですね、メスを守るためにハサミが長いと言われております。メスの爪は短いです。で、次第2陣目の崖を登りたいと思います。実はこの上にもね、まだウナギを見つけたことあるんですよ。すごくない？どんだけ上がるのこの子たちで。ここを登るのはちょっと一苦労ですね。パルクール。よいしょ。オッケー。で、また第3の壁。ここでウナギを見たんですよ。どうやって登るの？満潮でも無理だよ。魚がいっぱいいる。よいしょ。取った取った。小さな謎の魚全部唐揚げにして食ってやる。で、やっぱ上行きすぎると魚もテナガエビもちょっと減りますね。ただ前ここでウナギがいたんですよ。大概石の下に隠れてるんですよね。ちょっと開けたいい場所に出てきたぞ。よいしょ。ただ魚も少ないな。やっぱり魚もエビも少ないから下流に戻ります。よし、どすこい。はい、というわけで下流にやってきました。ビッグフィッシュ、ビッグフィッシュ。謎のビッグフィッシュ。こいつは取りたい。よっしゃー。黄金色に輝く謎のビッグフィッシュです。
でさっきうなぎいたんで、せっかくだから手長エビ取ってつけて、それ明日までちょっと放置してみようと思います。まず手長エビをとりあえず1匹取りたい。いた取れた。よし、じゃあちょうどいいサイズの手長エビ取れたら針つけていきたいと思います。ちなみにこれ多分メスですね。卵持ってるから間違いないですね。ちょっと僕のうなぎの糧となってもらいます。それじゃあ針つけていきます。でちょっと手頃な木の枝を探しましょう。お、いいツタみたいなのがある。よし、これにくくります。あんまり細いと折れそうだな。よし、これで釣りが完成です。ここらに仕掛けといて、でなんか重りを乗そう。これだ。よいしょ。ここで OK。 はい、じゃあその他探索していきます。お、モズクガニがいるじゃねえか。あら、力強いな。よし、あら、自節するわ。でカニ類ってやっぱ自節って言って自分で足切って逃げるんですよね。はい、こちらモズクガニです。ここにね、藻みたいな毛が生えてるのが特徴のカニ。これも食えるんで持って帰ります。はい、じゃあザリガニを玉ですくうのちょっと大変なんで釣りに変更したいと思います。手長エビは肉食系で基本何でも食うんで、今回ですね、こちらソーセージ用意しました。こちらのソーセージをつけて、釣っていきたいと思います。でソーセージって勘違いしてる人いるんですけど、もう基本ボイルしてるんでそのまま食えるんですよ。うまい。でも竿作るのめんどくさいんで手でいきます。よいしょ。これで手長エビを探していくぜ。ここに1匹小さいけど手長エビがいます。さあ果たして食うのか。食ったか。今掴んだぞ。ダメだな、別の人で。餌場に戻ってきたらですね、このカニがねエビを食ってるんですよ。うわ、最悪や。せっかくセットしたのに完全に壊れた。まだソーセージ釣りがあるから。よし、じゃあ下流へ移動します。下流の方が手長エビも魚もねでっかかったです。いたでっかい手長エビ。さあ食え。穴の中へ逃げた。ソーセージじゃ厳しいか。ダメですね。やっぱ玉で捕まえる方がまだ最善手といったところでしょうか。よし、モズクガニだ。ゲッチュー。カニは簡単に取れるのにな。モズクガニちゃんは簡単だ。よし、ヘレヘレ。ちょっと釣りが諦めきれないんで、次はこちら砂肝でやっていきます。砂肝なら大好物だろう、男はみんな。美味しい。この香りなら大丈夫だ。じゃあ砂肝つけて垂らしていきます。ほら、食って食ってる。めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。めっちゃ砂肝好き。めっちゃ砂肝好き。めっちゃ食ってる。すごいすごいすごい。すごいけど全然上がってこない。むさぼる。ほらほらほら。むさぼる。ソーセージダメで砂肝好きっておっさん、この子。おっさん、ほらほら、ほら、逃げた。逃げたけどおっさんや。さすがに食わなくなりましたね。よし、砂肝でいけることが分かったんで、もうちょいやっていきます。絶対砂肝で1匹釣ってやる。浜湯の海苔、今年も好評発売中。小豆島の綺麗な海で大切に育てられた海苔、今年も美味しくできました。浜湯。海苔に合うおかずを用意して、炊きたてのご飯に具材をのせて海苔で巻けば思わずこの笑顔。焼き海苔は手巻き寿司にしても最高だし、おにぎりにしても最高です。海苔のある美味しい食卓いかがでしょうか。贈答品にも。さあ、いい手長エビを発見しました。この子も片腕だ。食うか。めっちゃ食うやん。ほら、すごいで。ほら、無理か。次ゆっくり上げてみよう。ゆっくりゆっくり。離すな。でも砂肝に夢中になってる間に捕まえる。はい、釣りです。これは釣れました。さすがです。お酒が好きなんだろうな。仲間としてはちょっと申し訳ない。でもこの子の命は俺がおいしくいただく。全然上がってこないんだよな。手離すんだよな。来た来た。食うけど上がってこないんですよね。しばらくほっとってみましょう。カニが横取りした。カニがめっちゃ横取りしてる。すごいすごいすごい。
頑張ってるね、けなげに。ありがとう。砂肝最強説。お、いいとこにいるじゃないか、2匹。何？こいつはアル中じゃないぞ。砂肝に食いつかない。捨てでいきます。ダメだ。やっぱ早い。こいつもなんか健康そうだな。もう逃げ惑ってるもん。ああ、この子たちみんな健全だ。未成年か。よし、最後にクソでかいモズクガニゲット。でっかい藻を宿してますね。よし、結構取れた。 OK。 ではとりあえず今日は一旦帰りましょう。じゃあ取れたもの氷していきます。泥抜きとかしなくても、この間食えたんで大丈夫ですね。皮が綺麗だから。はい、じゃあこれだけの量のものが取れました。謎の魚がいっぱいと、それからテナガエビが、あれテナガエビが少ないな。こんな少なかったっけ。でモズクガニがこんだけですね。それじゃあ蓋をして明日食いたいと思います。はい、じゃあ翌日になりました。で今日はね、昨日取れた魚を竹に刺して焼こうと思うんで、竹を取りに来ました。竹取の翁です。いや、竹取の漁師稲アル中だ。はい、じゃあここらの寝ている竹にしましょう。風かなんかで折れちゃったんでしょうね。ギコギコ切っていきます。で上部も切ります。でここらも落として、はい OK。 はい、じゃあ次竹を割っていきます。で竹はほんと甲は硬くて全然割れないんですけど、繊維が縦に通ってるんで、この縦だったら簡単に割ることができます。でもう一本。じゃあ次魚を刺すために鋭角にします。めっちゃ尖りました。はい、じゃあ昨日の綺麗な皮いきます。で今つまみにカニカマとタコハイを飲んでます。ひげきたね、海賊みたい。はい、じゃあ昨日の川へやってきました。やっぱ綺麗ですね。気色がいい。で昼間でも魚が泳いでいるのが見受けられます。むしろ昼の方がこの魚取りやすいんですよ。で小豆島はね、石の島と言われるだけあって石がすごいです。ほぼほぼ山は石でできてます、小豆島はね。はい、じゃあ早速このいい環境で魚を調理していきたいと思います。おっとビールがあるじゃないか。これは後のお楽しみで、このお魚優秀な私の追民に聞いたところ、カワムツってお魚らしいです。で今回このモズクガニは餌の方に回したいと思います。はい、じゃあカワムツのまず鱗と内臓を取っていきます。鮎は鱗がないんですけど、カワムツはこのように鱗がついております。知らなかったんですけどね、そもそもこの魚を知らない。ほんで焼くやつだけ内臓を取っていきます。さあ川魚、お腹の中に何が入っているのかオープン。よくわからない。なんか空気袋みたいなのが入ってる。あんまり中身少ないです。でもう一個も開けてこれで洗います。じゃあ次に今日調理する分を、気持ち的な問題ですがミネラルウォーターで洗います。水道水です。実際火通すから何の問題もないと思うんですけどね、気持ち的な問題。はい OK で水を切って、はい、じゃあ右目から刺していきます。まずここを狙って針を刺していきます。指で皮からね針が出てこないようにガイドしてあげて、ここでいっぺんクッと曲げます。で次こっち狙います。でこっちも皮目から出ないようにガイドしつつ、で最後にもう一度反対に曲げて反対に貫いていきます。結局出ちゃいましたけどいい感じ。ちょっと一回刺すのが少なかったんで直しました。ド M の形です。でもう一個も同じように。はい、じゃあ炭で焼いていきます。でちょっと塩忘れちゃったんで塩コショウ振っていきます。でちょっと1本失敗してゆるゆるになっちゃったんで、もう1本刺して回るようにします。これで OK。 竹焼けそう。おなら出た。じゃあこれでちょっと置いときます。はい、じゃあコンロを次準備して、で中華鍋を用意して、まさかの事態です。油を忘れてきちゃいました。おばあちゃん家近所だからおばあちゃん家からもらってきます。よかった。はい、じゃあ久しぶりのばあさん家です。
久しぶりでもないんだけどね。お邪魔します。誰もいないや。俺油ちょっとちょうだい。普通のサラダ油。ちょっと今撮影しようって油がいるん。うなぎがおるやろ。うなぎおった。でっかいうなぎがおった。センキュー。また返しに来るわ。優しいばあちゃんに油もらいました。最近油高いからありがたい。じゃあおばあちゃんのサラダ油を入れて、入れすぎても処分が困るから適量にしとこう。これで軽く温めておきます。はい、じゃあさっき取ってきた竹串に同じように刺しました。で、塩コショウで下味をつけて、同様に片栗粉もまぶします。これで準備は OK。はい、じゃあひっくり返していきます。うまそう。いいね。もう遠赤外線で焼いてるからね、低温で。はい、じゃあ油もぬくもりましたら、まずエビから投入。で、魚も入れていきます。めっちゃいい匂い。もうエビもすぐ真っ赤っかになりました。はい、じゃあ何か、飾りになる草を探していきます。あんまり変な草で冬虫夏草じゃなくて、なんか変なあれ取っちゃダメだからね。よもぎの葉をいただきましょう。こちらのよもぎの葉を飾りでいただきます。で、ここの皮で洗います。 OK。 はい、じゃあエビと小魚たちが揚がりましたんで揚げていきます。はい、じゃあこれも2本揚がりました。はい、でこっちもうまそうに焼けました。はい、じゃあさっき取ったよもぎの葉っぱ乗せて串から抜いて飾っていきます。はい、というわけで完成しました。皮むつの塩焼きです。めちゃくちゃうまそう。自分で取ったから最高だね。反面こっちは豪快にのせていきます。皮むつの揚げタンとエビの揚げタン、田舎ではねよくタイタンとかって言いますよね。煮物みたいなやつのことで、あとは小魚たちです。はい、というわけで完成しました。皮の生物いろいろ揚げてみた。はい、それではいただきます。まずは乾杯。ゴールデンタイム。これに合うのはどっちにしようかな。どちらにしようかな。まずは揚げ物決定してた。揚げ物は時間が経てば経つほど美味しさが半減だ。命に感謝。なるほど。ほんのり苦みがあるんですけど、川魚のしっかりとした旨みが揚げたことによってなんていうんですかね、ぎゅっと濃縮された感じ。非常に美味しいです。じゃあ次手長エビ、手からいっちゃいます。揚げれるまで揚げると苦い。食べれるまでか。じゃあ次身いきます。アナジャコほどは美味しくないけど全然いけます。エビ感もしっかりとあるし、頭の方も臭くなくて美味しいです。で一口でいける小エビじゃない、魚、皮むつ最高。じゃあ最後にこちらの焼いたやついただきます。これが一番うまいな。なんかね、揚げたんと違って程よく水分が抜けてさらに旨味が凝縮されてる。よりなんていうんですかね、干物に近いというか、でもパサつきなくてしっとりしてるんですよ。中骨まで全部いけます。若干皮の匂い。それでもねめちゃくちゃ美味しい。この苦味が苦味にある。うますぎてアリも食いに来てるな。はい、で油のお礼におばあちゃんに魚持っていきます。もともと皮ももっと綺麗かったらしいんですよね、昔は。でも舗装されてるから仕方がない。何これ。そこに横におった皮の魚。これ。唐揚げ食うてみて。頭から食べられるわな。多分。顔がかな。どんな？お腹苦いな。だけど食べられるわ。よかった。苦い。大げさな。はい、それじゃあ帰りたいと思います。川遊びに川飲み最高に楽しかったです。
皆さんもね、ぜひ綺麗な川があったらお子さん連れて、友達とでもいいです。彼女でも楽しいと思います。そんな都会でね、ショッピングもいいけど、川でお魚ショッピングも楽しいです。それじゃあ宴をじゃなくて、皆さんまたお会いしましょう。See you next time. Bye bye.